じゃがいもを広めた方法を、それは盗ませました。この発言、もし現代政治家が言ったら翌日には大炎上ですが、18世紀プロイセン王フリードリヒ2世は本気でした。植えた民を救うため、昼は兵を置いて畑を厳重に警備。でも夜になると、なぜかその兵が緩くなる。なぜか盗ませるためです。王が欲したのは強制的な従属ではなく勘違いによる自発。民が自分で選んだと思い込んだ瞬間、国家は動き出す。という現代にも通じる恐ろしくスマートな演出政治がそこにはありました。この動画では制度の抜け穴や癖の強い偉人たちをテーマに思わず話したくなる歴史の裏側をお届けしています。少しでもへえと思った人は高評価、チャンネル登録をお願いします。第1章、じゃがいもをそんなもん地面に埋まっとけ。18世紀ヨーロッパ、戦争と飢饉が交互に訪れ、農民たちの食卓はいつも今日は何を食べないかから始まっていた。そこで登場したのがあの万能芋、じゃがいも。育てやすく痩せた土地でもぐんぐん伸び、地中に身を隠すため略奪にも強い。そして意外とうまいのだが、当時の人々は一斉に言った。それ地面の下にできるのなんか気味悪くないという。いやまあ、地面から掘った大根は食べてるじゃんとは言いたい。だがじゃがいもはなすか。ヨーロッパでは独創一族のイメージが根深く、農民たちにとってはこれ食ったら死ぬやつでしかなかった。要するにうまい芋ではなく疑惑の地下生命体扱いだったのである。ここで登場するのがプロイセン王フリードリヒ2世、通称ローフリッツ。戦争でも政治でも勝ちまくったこの王様、食料問題にもやたら本気だった。これ以上小麦に頼るな、これからは芋だ。でも農民たちはそっぽを向く。命じても食べない、配っても育てない。じゃがいも、まさかの国王レベルで嫌われる。そこでフリードリヒが取った策が盗ませるである。王立農場を作り、畑に兵士を配備。この芋は特別、王命により栽培と書かれた看板まで立てて徹底ガード。でも兵士にはこっそり言ってある。夜はちょっと目を離してもいいぞ。結果、農民たちは夜な夜な高級じゃがいも泥棒に変身。盗んだ芋を育て、自分の畑で試してみる。食べてみたらうまい。広めてみたら流行る。国王、まさかの間接マーケティング。プロモーション費ゼロ。実質盗まれるたびに芋が広がっていく。命じて従わせるのではなく、盗ませて選ばせる。この王様、農政を完全にエンタメ化してしまった。命令書よりも看板の匂わせ、法令よりも盗みたくなる空気。現代なら SNS でバズってた。ハッシュタグは芋は王家のもの。第2章、兵を置いて盗ませる。それは政策か犯罪か。盗ませて食わせる。この妙義を思いついた王様の頭の中はどうなっていたのか。合理性 100%、でも思考回路は完全に裏街道である。フリードリヒ2世は戦術家として名を馳せながら、民衆の食の好みに本気で悩んでいた。文武両道というにはあまりに尖ったバランスだが、とにかく彼はこう考えていた。人間は命令には従わないが、盗めるものには抗えない。と。この発想を真顔で語った王に、側近たちはやや引いたらしい。でも、結果が出てしまった。農民たちは高級と書かれた畑を我慢できずに掘りに行った。夜な夜なじゃがいもを盗み、家で育てて食べてみる。うまい。意外といける。これなら冬もなんとかなる。気づけば国中が自発的にじゃがいも普及活動を始めていた。しかも王はわざと看板の文字を読みづらくし、現地の言語で高貴なる王の芋と書かせた。読めないけど何かすごそう。兵までいるなら間違いなく高級。噂は加速する一方、マーケティングにおけるプレミア感の演出が18世紀の畑で全力投下されていた。ただし誤解してはいけない。これは騙して広めたわけではない。王は終始真剣だった。真顔で泥棒を仕向けていた。国家の食料戦略として、その姿勢が逆に怖い。兵を置いて民に盗ませて国家を救う。シュールを通り越してもはや哲学である。しかも芋を盗ませておいて芋が普及した。やはり民の知恵は素晴らしいと言い放つ。この褒める相手すら民側。これはただの農政ではない。制度の皮をかぶった心理戦、法律の仮面をかぶったライブ演出。王がやったのは制度に従わせるではなく、従ってると思わせることだった。芋を盗ませ国を救い、バレてもドヤ顔。王様、あなた何者ですか。第3章、自分で選んだ芋は王の台本通り。
ジャガイモを盗ませる。これを戦略と言い切る王様の行動はもはや政策ではなくパフォーマンスに近い。だがそこにあるのは冷徹なまでの現実認識だった。フリードリヒ2世は命令が効かない世界を誰よりも知っていた。彼が若き日、父王から軍人になれと命じられた結果、こっそりフルートを習い始めた話は有名である。命令とは反発を呼ぶ装置。これは自分の人生で実証済みだったのだ。そんな王がジャガイモを食えと言ったところで誰も聞く耳など持たない。だから彼は命じなかった。守らせたのである。しかもわざと緩く。兵士に命じたのは威厳を見せろ。でも夜は目をつぶれ。この段階ですでに軍事のメンツは崩壊寸前だが王は気にしない。芋さえ普及すればいい。現代なら王の行動は完全にバズらせ屋である。国家の SNS 運用か。そしてこの盗ませ政策の核心は人間は自分で選んだと錯覚した時一番素直に動くという点だ。王が配った芋は食べなかった。だがこっそり盗んだ芋は自慢げに植えた。うちの畑にもあるぞ。あの貴族の芋が俺んちにも。この勝手に誇りが芽生える仕組みが全てを変えた。法よりもよく命令よりも錯覚。国を動かしたのは王の言葉ではなく民のちょっとした優越感だった。そしてフリードリヒはそれを全て読んでいた。自らは前線にも立つ軍人でありながら農民の気持ちをここまでシミュレートできる王。今の政治家にいたら SNS がざわつくレベルである。しかも兵士に見張らせながら盗ませるというこの構図。どこからどう見ても凝った指導の芋こそ泥キャンペーン。普通に考えれば正気かとなる。だが国は救われ民は腹を満たし誰も怒っていない。こんな政策前代未聞である。第4章芋は流行る。盗ませればフランス王よメモを取れ。フリードリヒ2世の盗ませのせい。その奇抜さは当然ながら国外にも漏れ伝わった。隣国の王侯貴族たちは遠巻きにこうつぶやいた。あいつマジでやったぞと。ジャガイモは当時まだ貧乏人の根菜扱い。食文化の壁もあり他国では広がりにくかった。だがプロイセンではなぜか盗まれまくったジャガイモがバンバン育っていた。しかも兵士付きの畑から。他国の王たちはもしかして芋って演出次第で流行るのかと頭を抱えることになる。フランスのルイ16世も真似してみた。私の庭でも育てよう。王が食べれば皆も食べるだろう。が民衆の反応は微妙。王が食べてる。あっそうである。そうフリードリヒと違ってルイには盗ませがなかった。ただ育ててみせるだけでは芋にプレミアは宿らないのである。この時点でジャガイモはただの芋ではなくなっていた。プロイセンでは王の芋というブランドになり子供たちに王様の食べ物だからねと伝えられるレベルにまで浸透していた。しかも軍でも大活躍。持ち運びが簡単。保存も効く。火を通せばすぐ食える。兵士たちの胃袋にもジャストフィット。つまり民間の食料としても軍事物資としてもジャガイモは完全勝利。そしてその発端が盗ませだったというのがもはや笑うしかない。凝った的リブランディングが畑泥棒によって成し遂げられたのだ。フリードリヒがしたのは法律を作ることではなかった。空気を作ることだった。畑の警備という名の演出、兵士の緩い見張りという名の釣り餌。そこに民が勝手に食いつき自分の意思で始めたと思い込んだ時点で王の勝利は確定していた。制度ではなく錯覚を流通させるという前代未聞の政策。普通に考えて王様が仕掛けた罠だったのに民が自分で気づいたと勘違いして危機として食べる。この構図完全にサイコロジカル詐欺。でも誰も損していないから問題にならない。国家規模の気づかせ詐欺。第5章支配ではなく誤解を与える。それが真の統治。ここまで来るともはや王政というより芋芸人の領域である。だがフリードリヒ2世実は本当に王政の異端児だった。若い頃から音楽と哲学を愛し父に軍人になれと命じられるもフルート片手にいやちょっとその命令テンポ悪くないと言わんばかりに反抗していた。そんな彼が後に語る。王は国家の第一の下僕である。この発言今で言うなら社長が一番雑用をやってますよ。だがこの王実際に畑にも行った。ジャガイモの花を見てこれは国の花にしようと言い出した。食糧難の王が花にうっとりしてる時点でもはやギャップが渋滞している。そんな王が盗ませればいいと本気で考える。普通は冗談かやけくそのどちらかだがこの王はどちらでもない。これが一番民が動くからと至極まっとうに言ってのけた。重要なのは
王が支配したわけではないこと。彼はあくまで部隊を整えただけである。兵士を立たせ、看板を作り、空気を匂わせた。その結果、民は自分で芋を選んだと思い込んだ。選んだ気にさせるという意味では、近代マーケティングの源流とすら言える。これ、制度で言えば何か、セルフサービス式強制従属である。従った事実があるのに、従った記憶がない。打楽には救われ、食卓はにぎわい、軍は動きやすくなった。まさに王政のふりをした心理演出。18世紀の国家運営が、もはや人間行動学の応用だったという衝撃。そして一番の恐怖は、この手法、今でもたまに見るなと我々が思ってしまうこと。限定販売、高級路線、特別感の演出、あの手この手で選ばせるように仕向けておいて、実は全部レールの上という光景。現代でも芋は盗ませるが正解なのだ。フリードリヒ2世は、ジャガイモで上を救った。そして同時に、国家の操作マニュアルに感情と空気という項目を追加してしまった。芋一つでここまでやるか。やるんです、この王は。今回の動画は以上となります。命じても配っても誰も食べなかった芋を盗ませたら爆売れに変えた王、フリードリヒ2世。その姿はまさに国家を使った社会実験、そして君主という名の腹ペコ心理学者でした。とはいえ、これが成功したのは、王が民をバカにせず、むしろよくわかっているという前提があったから。だからこそ、守らせて、盗ませて、広めさせるという腹黒くも美しい連鎖が成立したわけです。さて、現代の制度にもこういう盗ませ型やらせ型、ある気がしませんか？気づいたら誰かの設計図の上で動いていた、なんてこと、ないでしょうか？最後までご視聴いただき、ありがとうございました。このチャンネルでは、教科書にないずれた歴史をお届けしています。また次の物語でお会いできるよう、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。